今回はギャングスターネイト・ディアスの紹介をしたいと思います。ネイト・ディアス MMA 戦績20勝13敗 UFC 戦績15勝11敗、アメリカ合衆国出身の37歳です。好戦的な激しいファイトスタイルと問題行動で兄ニック・ディアスと共にこれまで UFC を賑わせ絶大な人気を持つギャングスター。常にフィニッシュを狙う激しい試合を繰り広げ、ファイトボーナス獲得回数が UFC 歴代3位となる15を保持しております。シーザー・グレイシーの柔術黒帯を持つ確かなグラウンドテクニックと独特のフットワークと構えから繰り出す高いボクシングテクニック、豊富なスタミナとどんなに打撃をもらっても倒れない打たれ強さで名勝負を繰り広げてきております。ネイト・ディアスは試合に挑む時、最初に心を全部まっさらにして多分 KO されるって感じからスタートする。それを受け入れるんだ。それでオクタゴンに上がって流れに身を任せる。だから KO されなかった時、自分が勝てた時はすごく興奮すると話しております。ネイト・ディアスは犯罪率が高く全米で最も危険な都市の一つであるストックトンの貧困な家庭に生まれ育ちました。街の治安は悪く、ネイトは頻繁にストリートファイトを行っておりました。兄ニックの影響で11歳の頃から格闘技を始め、学校の成績が良くなかったネイトは次第に兄と共にジムに入り浸るようになったそうです。ネイトは兄が UFC で戦い始め、試合に勝つための手伝いをするためにグローブをはめてスパーリングをしていたらいつの間にか自分が試合をするようになっていたと話しております。2004年10月 WEC で MMA プロデビュー。プロ MMA デビュー戦ではアレックス・ガルシアに三角締めで一本勝ちすると MMA5 勝2敗の戦績で2007年 USC 契約をかけたリアリティショー The Ultimate Fighter シーズン5への参加が決定。1回戦、準々決勝、準決勝、決勝と全てフィニッシュで勝利しトーナメント優勝。The Ultimate Fighter で優勝したことにより USC と契約しております。USC 契約後、ライト級とウェルター級を主戦場に活躍。一度 USC ライト級タイトルマッチに挑戦するも敗北し、勝ったり負けたりを繰り返す戦績に。しかし好戦的なファイトスタイルでファイトボーナスを何度も獲得し、破天荒な発言や行動から USC の人気選手となりました。2015年末時点で USC 戦績12勝8敗、ランキングは15位。決してトップ戦線には絡めていない状況でしたが、 USC の人気選手だったネイト・ディアスは当時の自身のファイトマネー$16,000に対して不満を抱いており、 USC と何度も揉め、試合も年に1回程度しか行っておりませんでした。しかしネイト・ディアスに転機が訪れます。2015年12月、ライト級ランキング6位のマイケル・ジョンソンと対戦。4連勝中のマイケル・ジョンソン相手にパンチで試合をコントロールし、試合中に挑発を繰り返すなどの余裕を見せつけ判定勝ち。試合後ネイト・ディアスは、コナー・マクレガーがビッグファイトをしたいのなら俺がやってやる。クソったれ、ビッグファイトだぞ。俺はすげえいい話をしている。マクレガーとやるのは今夜でも来週でも構わないというコメントと放送禁止用語を連発し、インタビュアーのジョー・ローガンにインタビューを強制終了させられました。ネイトが対戦要求をしたコナー・マクレガーは当時 UFC フェザー級王者。当時15連勝中、そのうち14勝がフィニッシュ勝利。エキサイティングなファイトスタイルで試合を盛り上げ、カリスマ性を備えた雄弁な魔術とパフォーマンスで人々を魅了し、絶大な人気を誇る MMA 界を大きく変えたスーパースター。2015年7月、チャド・メンデス相手に TKO 勝ちで UFC フェザー級暫定王者を獲得すると、2015年12月には10年間無敗、7度王座防衛中の絶対王者ジョゼ・アルドと UFC フェザー級王座統一戦が決定。UFC タイトルマッチ史上最短記録となる1ラウンド開始13秒、左フックでの KO 勝ちで UFC フェザー級正規王者に輝いております。マクレガーのアルド戦のファイトマネーは50万ドル。ペーパービューボーナスは推定1200万ドルだと報じられており、 USC で一番大金を稼ぐ選手でもありました。一方ネイト・ディアスの前線であるマイケル・ジョンソン戦のファイトマネーは勝利ボーナスの2万ドル込みで計4万ドル。当時 USC のファイトマネーはネイト以外も現在より高くなかったため、大金を稼ぐ圧倒的なスターコナー・マクレガーとの対戦を様々な選手が熱望しておりました。ネイトの試合後の対戦要求に対し、コナー・マクレガーはツイッターで、お前たち俺とやりたいならひざまずいて頼み込めとコメントしておりました。2016年3月、コナー・マクレガーは当時史上初となる USC 同時2階級制覇を目指し、 USC ライト級王者ハワイル・ドス・アンジョスとの対戦が決定しておりましたが、大会2週間前にドス・アンジョスの負傷欠場が決定。急遽代役として以前からマクレガー戦を熱望していたネイト・ディアスが抜擢。ネイト・ディアスにとって待望の一戦が決定しました。USC 代表デイナ・ホワイトは、ネイト・ディアスはトライアスロンに備えて練習していた。今の彼はめちゃめちゃ絶好調だ。我々は多くのファイターに連絡をした。最初に選んだのはフランク・エドガーとジョゼ・アルドだった。だがどちらも試合ができる状態じゃなかった。このビジネスはチャンスをものにするビジネスだ。チャンスが転がってきた時につかめるかどうかだと話しました。
この試合は準備期間が短く体重を落とせないネイトにマクレガーが合わせる形でウェルター級契約で合意。またこの試合は USC196 でナンバーシリーズノンタイトル戦にもかかわらずタイトルマッチを差し置いて史上初となる5ラウンドのメインで行われることが決定。スーパースターコナー・マクレガーの代役にギャングスターネイト・ディアスが抜擢されたことで世界中からこの一戦は大きな注目が集まりました。試合前ネイト・ディアスはこれはマクレガー賞じゃない、やるべきだった戦いだ、最大の戦いだ、彼らは俺とやることは分かっていたし俺と戦う準備をしていた、だがしくじるなよ、こっちにも策はある、奴らは策を練っているだろうがこっちもそうかもしれないぞと話しました。試合は序盤はマクレガーの唾液で抑え劣勢で進みましたが2ラウンド途中でスタミナが切れ始めたマクレガーにパンチを当て形勢を逆転させると苦し紛れのタックルを潰しマクレガーをリアネイキッドチョークで捉え一本勝ち。スーパースターコナー・マクレガー有利の下馬評を完全に覆す大金星、世界を震撼させました。試合後インタビュアーのジョー・ローガンに世界が驚いてるぞとマイクを向けられたネイトは俺は驚いちゃねえよクソったれ、パウンドで KO できると思ってたが流れでチョークが決まった、柔術は常に俺の味方をしてくれると話しました。試合後の会見では自分が一流のボクサー、一流の格闘家、一流の柔術家であることは分かっていた、俺にはあらゆる面で世界最高のトレーニングパートナーたちがいる、マクレガーはものすごくプッシュされてきたし巨大化していった、彼は USC から多くの支援を受けている、俺もそうしてほしい、俺たち兄弟には大勢のファンがついている、こんなに多くのファンがいるやつなんていない、俺は大きな数字をもたらしたしハワイ・エルドス・アンジョスの試合よりもよっぽど面白い、俺はずっとこの仕事をしているが報われるのはいつなのか知りたかった、今がそのタイミングだと話しました。この試合のネイト・ディアスのファイトマネーは50万ドル、またペーパービューは150万件売れペーパービューボーナスなどを含めるとネイトはこの試合だけで推定350万ドルを稼いだと報じられております。ネイトはマクレガーに勝利したことで前線のファイトマネー4万ドルから大幅アップの報酬を得ました。 USC で10年近いキャリアを重ねもともと USC の人気選手だったネイトでしたがマクレガーを倒したことでその名をさらに広め大金を稼ぎ人生を大きく変えました。試合後 USC 代表デーナ・ホワイトは今回ネイトは人気が爆発した、彼は大金を稼いだ、みんなはジャック・リデルが引退した時私にこれからどうするんだと言ってきた、その後 GSP がいなくなった時これからどうするんだと言ってきた、だが我々は常に新たなグレートファイターを輩出してきた、このスポーツにおいて我々はベスト同士を対戦させてきたし時には今回のようにコナー・マクレガーがネイト・ディアスとやりたい、ウェルター級でやってやるといったクレイジーなことが起きる、こういうのは格闘技ファンのイマジネーションをかきたてる、だからこそペーパービューが150万件も売れたんだと話しました。後日マクレガーはインタビューでネイトとの再戦は可能だ、復讐するのを楽しみにしている、俺もそれが見たい、間違いなく興味をそそるものだ、金が物を言う、人生は素晴らしいとコメント。ネイト・ディアスも後日インタビューで試合に負けた10分後に再戦を希望したことなんて俺は一度もない、 USC はまたマクレガーを持ち上げようとしている、マクレガーが俺との試合が頭から離れないって言ってるって、おいおい俺だって負けた全ての試合が頭から離れないよ、ようこそ俺の人生へクソったれ、マクレガーがそれを望んで USC も望むならもう一回やろう、他の奴らはタイトルが欲しいとか王者に挑戦したいとかなんとか言っているけど優れている人間が一番金を稼いでいる、マクレガーはファイターだ、やることをやっているし他の奴らよりも盛り上げている、俺は何年も USC を盛り上げてきた、 USC は今まで俺に満足する金を支払ってこなかったけど彼らのお気に入りを倒した今俺の言っていることも聞いてもらえるだろうと話しました。そして2016年8月 USC202 でコナー・マクレガーとの再戦が決定。前回の負けた試合と同じ条件で借りを返したいマクレガーの要望でウェルター級契約での再戦となりました。試合前ネイトは真実を突きつけ続ける、あいつがチーム全体で仕掛けてくるなら俺もギャングを結集させて受けて立つ、どんな局面でもコナーを圧倒できる、どんな予測もしない、ただ勝つためにオクタゴンへ入ると話しました。事前記者会見ではマクレガーが30分遅刻して登場、会見に遅刻したマクレガーに対してネイトは不快感を示し途中で退場、会場を去ろうとするディアスがマクレガーに何かを投げつけました。これで完全に火がついたマクレガーは机に並べられたペットボトルや缶を手に取り投げ返し両者のチームメイトがこれに加わり乱闘を起こすといった事件を起こしておりました。試合は1ラウンド2ラウンドとパンチ A ダウンを3度奪われたもののマクレガーのスタミナが切れ始めた2ラウンド後半から盛り返し激闘を繰り広げるも2対0の判定負け。試合後マクレガーはサプライズサプライズマザファッカーキングの復活だ、これで1勝1敗だ、ぜひ決着戦をやろう、3回目をしたいなら今度は俺が条件を言える番だ、次はライト級に戻せと話しました。試合後ネイト・ディアスは俺が勝ったと思った、彼らは俺の勝ちにしたくなかった、このスポーツはあまりにもリアルだ、今度は3戦目をやろう、クソったれ。
コナー、今日はよくやった、3度目をやるぞ、本気でな、と話しました。世界が注目したこの一戦はペーパービューが前回を上回る165万件を売れたと発表され、当時の USC ペーパービュー売上史上1位を記録しました。ネイト・ディアスの今回のファイトマネーは200万ドル、ペーパービューボーナスの内訳は明らかにされておりませんが、前回よりペーパービューが売れたこともあり、前回の総額350万ドルを大きく上回る大金を手にしたそうです。ちなみにネイトは試合後の会見で、禁止薬物に指定されている大麻を電子タバコで堂々と吸い、全米アンチドーピング機関 USADA から調査を受け、警告処分を受けております。ネイトはマクレガー戦で大金を稼いだこともあり、しばらく試合から遠ざかりました。2018年10月、約2年ぶりの試合としてダスティン・ポイエとの対戦が発表されましたが、ポイエの不調欠場により試合が消滅。2019年8月、約3年ぶりの試合として元 USC ライト級王者アンソニー・ペティスとの対戦が決定しました。アンソニー・ペティスは元 USC ライト級王者。2013年8月、当時 USC ライト級王者ベンソン・ヘンダーソンから腕十字で一本勝ちを奪い王座獲得すると、元ストライクホースライト級王者ギルバート・メレンデス相手にギロチンにて一本勝ちを奪い防衛。次戦で王座陥落すると、勝ったり負けたりを繰り返す戦績となりましたが、前戦の2019年3月、ベルター級転向初戦で当時ランキング3位のスティーブン・トンプソン相手に失神 KO 勝ち、USC ベルター級タイトル挑戦圏内に入っておりました。ネイトはファイトウィークの公開練習でタイマーを吹かしながらシャドーボクシングを披露。ネイトは隣にいたカメラマンにタイマーを渡すと、最前列にいたファンにも回すように指示をし、回してみんなで吸いなさい、それがチケットだとファンに言いました。この公開喫煙はディアス兄弟で立ち上げた CBD 会社の PR 活動の一環でもありました。ネイト・ディアスは、俺は最初から大麻が悪いものだと思ったことはない、みんなに大麻を吸いなさいとは言わない、でもアスリートならなんとか一日をやり過ごすためにステロイドをぶち込んだりいかがわしいサプリメントを飲むくらいなら大麻を吸う方がいい。まあそれにしてもおかしな話だよ。俺は昔殴り合いと大麻の販売で退学処分になったんだ。それなのに今俺はプロとして殴り合いと大麻の販売で生計を立てているんだからなと話しました。試合は全局面でペティスを圧倒して判定勝ち。試合後のインタビューで、俺こそがネイト・ディアスだ、クソったれ、戻ってきたぞ。俺が休んでいた理由はどいつもこいつもクソ野郎で俺とやろうとしなかったからだ。ホルヘ・マスビダルなんてこの前いい試合をしただろう。全ての連中をリスペクトするが、このゲームにギャングスターはどこにもいない。うまくやったやつは俺とマスビダルだけだ。彼はギャングスターかもしれないが、ウエストコーストのギャングスターじゃない。ホールドばかりしてポイントを稼いでベルトを腰に巻こうとしているレスラーとはわけが違う。今は最高に生きてる男のベルトをかけてホルヘ・マスビダルとやりたいと話しました。そして2019年11月 USC244 のメインイベントとしてホルヘ・マスビダルとの対戦が決定しました。ホルヘ・マスビダルはストリートファイト出身の不良。 USC 契約後勝ったり負けたりを繰り返しておりましたが、2019年3月当時ランキング3位のダレン・ティルを KO したことで一躍タイトル戦線に。2019年7月当時 MMA19 勝無敗の元ベラトール元ワンウェルター級2冠王者のベン・アスクレンを飛び膝蹴りで USC 史上最速 KO の5秒を記録し、カリスマ性を見せつけ一躍世界中に名を広げ勢いに乗りまくっておりました。 USC 代表でエイナ・ホワイトは、ファンが見たかった試合だ、ネイト・ディアスがペティスに勝利した後マスビダルに呼びかけた。誰もがその試合について話をしていた。人々が私に SNS 上で求めてきた。ようやく試合が決まったことを今発表できる。私は彼ら2人のためにベルトを用意する。彼らは BMF ベルトをかけて戦える。バッテストマザーファッカーベルトだ。楽しくて面白い、ファンが熱中している試合の一つだ。ファイトナイトではビッグすぎる。だから USC244 のナンバーシリーズペーパービューにしたんだ。最終的にこのカードはヤバい試合になるだろう。メインイベントは彼ら2人だとコメントしました。USC にとって史上初の非公式タイトル BMF ベルトをかけて世界一のワルを決める戦いが決定しました。また人気プロレスラーで俳優のザ・ロックことドゥエイン・ジョンソンがベルトのプレゼンターを務め、ドナルド・トランプ大統領も試合を観戦に訪れるなど、マスビダル対ネイトは BMF タイトルマッチという世界からとんでもない注目を集めておりました。試合はマスビダルにスタンドの攻防で圧倒され、3ラウンド終了時にネイトの右まぶたのカットが深かったためドクターストップで TK を負け、ネイトは BMF ベルトの獲得に失敗しました。試合後ネイト・ディアスは、俺はフィニッシュされていない、こっちは再生の準備ができている、それが俺のプランだし次の動きだ、俺はもう次を見据えている、俺が大統領を連れてきたし大統領がタイトルマッチを見に来ることは今までなかったと話しました。しかしその後インスタグラムで、再戦はクソったれでやる前から終了だ、俺は旅に出る、ファイトゲームよさらばだとコメントし引退を示唆。
後日 ESPN のアリエル・ヘルワニ記者が SNS でネイト・ディアスに本当に引退するんですかと聞いたところ、俺が引退するって誰が言ってんだよとの返答が来たとのこと。ヘルワニ記者が、みんなあなたが MMA 引退を示唆したと思っていますよと言うと、ネイトは今夜戦っても構わねえよと返答したそうです。ネイトの引退は撤回されました。2021年6月、ランキング3位のレオン・エドワーズの対戦が決定しました。レオン・エドワーズは当時 MMA 戦績18勝3敗。13歳の時に父親がナイトクラブで射殺され、その後エドワーズは麻薬取引、ストリートファイトなどを経験するすさんだ少年期を過ごした不良。2015年に現絶対王者カマル・ウスマンに敗北してから現在8連勝中。 USC 代表でエナ・ホワイトは、レオン・エドワーズ対ネイト・ディアスはどちらが勝っても次タイトルに挑戦させると話しており、ネイトにとってビッグチャンスが巡ってきました。またこの試合は両者の希望によりメインイベント以外のノンタイトルマッチで初となる5ラウンドマッチ。今やスーパースターであるネイトならではの異例の待遇を受けました。試合は終始劣勢に立たされたものの、5ラウンド終盤に左ストレートでエドワーズをぐらつかせ KO 寸前まで追い込むも判定負け。敗れはしましたが、最後の最後でネイト・ディアスを見せつけ、期待通りの見せ場を作りました。USC との契約があと残り1試合となったネイト・ディアスは、 USC を最後の試合をしたら俺の道を歩ませてくれないか、俺は今違うことをやりたい、だから USC にリリースしてほしい、 USC はリリースしてくれない、人質に取られている気分だ、その後に再契約するかもしれないが出ていく必要があるんだ。試合を求めると USC はもっとお金を出してくれるようになった。自分のキャリアと自分の人生の中でこれ以上お金はいらないという段階に来ているんだ。俺はただ出たいだけだ。けどライト級でもウェルター級でもふさわしい選手はいない気がする。今のところ価値ある選手はいないんだと話しました。後日ネイト・ディアスが Twitter を更新。 USC パフォーマンスインスティテュートで証明をする。俺はこんなことをできるのは他の連中より稼いでるからだし、クビにならないからだとコメントしておりました。ネイトが USC 契約最後の試合と聞いて、無敗の超新星カムザット・チマエフが反応。ヘイネイト・ディアス、やろうぜ、葉っぱも吸おうぜ、誰が本物のギャングスターなのか決めようぜとコメント。これを受けて USC はチマエフ戦のオファーを出したそうですが、ネイトは彼らはチマエフ戦をオファーしてきたが、俺はちょっと待て、ルーキーとの試合をオファーするなんて失礼だろうと言った。俺はクールだが、こいつは USC で4試合しかしていない。俺の名前すら出すな、トップ5とやらせろとコメント。するとチマエフは Twitter で、ネイト・ディアスよ、お前はフェイクギャングスターだな。ギャングスターにしてキングはどこにいるんだ。俺は皆殺しするためにここにいる。俺こそがギャングスターでキングだとツイート。当時のチマエフはランキング11位だったため、ネイトは相手にしておりませんでしたが、チマエフが2位ギルバート・バーンズに勝利したことで3位にランクイン。ネイトが対戦希望をしているトップ5ランカーに入ったこともあり、2022年9月11日 USC279 のメインイベントとしてカムザット・チマエフとの対戦が決定しております。カムザット・チマエフは MMA 戦績11勝0敗の無敗の超新星。USC 代表のデイナ・ホワイトに、彼のようなファイターは今まで見たことがない、スーパースターになるポテンシャルを秘めている。カムザット・チマエフは真っ当な殺人鬼で絶対的にヤバい。彼と対戦したがらない選手を批判する気はないと言わせた男。チマエフはこれまで11戦全勝というパーフェクトレコードを誇り、 USC でも3戦以来5連勝中。前戦の2022年4月にはタイトル挑戦経験を持つランキング2位のギルバート・バーンズと激闘の末、判定勝利を収めております。ファンだけでなく関係者からも評価が高く、超新星として注目を集めております。この試合はネイトにとって現在の USC との契約最後の試合。チマエフはネイト・ディアスの葬儀を USC で行うことになったとコメントしております。ギャングスターネイト・ディアスと無敗の超新星カムザット・チマエフの世界が注目する一戦に期待です。デイナ・ホワイトは USC のファイトマネーについて、基本的にこのスポーツは成果主義なんだ、だから大きな収益をもたらす選手への分配が大きくなる。ネイト・ディアスのように1回のビッグマッチでリッチな選手の一人になることもある。適切なタイミングで適切な場所にいること、あるいはプロモーターが売れると判断するようなスター性を持つことは大金を稼ぐための助けになると話しております。ギャングスターネイト・ディアス、長年 USC の人気選手として活躍し、大きなチャンスをつかみ人生を変えたギャングスターの USC 最終章に期待です。以上です。今後も各階級の王者、トップランカーなどを紹介していきたいと思っております。いいね、評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。